皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、菅官房長官が警告の要求に対して、はっきりとノーを突きつけたというニュースについて取り上げていきましょう。ただしこのニュース、皆さんも何度か既視感があるかと思います。あれ、こういったニュース前もなかったっけというような感想です。私自身も今回のニュースを取り上げるにあたって、このやりとりなんか以前も何回も見た気がするなというふうに思いました。警告の動きに対して日本側が一切主張がぶれない。そのためにあちら側から出てくる要求に対して、いや、そもそもこの問題に対しては日本政府の主張は揺るがない。一体何度この問答を繰り返すのだということを伝える側も思ってしまいます。もちろん対応している菅官房長官にしても、全く進歩がないやり取りを何度繰り返すんだろうとそろそろうんざりしているかもしれません。しかし日本政府の主張に全く揺らぎがないということ自体は高く評価されるべきですし、相手国の主張が一切変わらずに同じように門前払いを何度となく繰り返されているということは、あの国の異常性を伝えるためにも非常に重要なニュースでもあります。内容それ自体については新しいことはほとんどありませんが、しかしあの国の主張というものが一切変わらずおかしいなということを再確認するためにも、これらのニュースについては繰り返していこうと思います。それでは菅官房長官が相手の主張に対してはっきりとノーを伝えている、そのことについて見ていきましょう。ニュースをお聞きください。強制徴用被害者側、韓日合同協議体設置を提案。日本により植民地時代の強制徴用被害者側が真の問題解決に向け、韓日合同の協議体を設けることを提案した。強制徴用訴訟に関係する韓日の弁護士や支援を続けてきた市民団体が6日、両国で記者会見を開き、問題解決構想案を発表した。訴訟の代理人団と支援団はソウルで行った記者会見で、協議体は強制動員問題全体の解決構想を一定期間内に提案する。韓日両国政府は協議体の活動を支援し、協議案を尊重しなければならないと説明した。協議体には被害者たちの代理人弁護士、支援者、両国の弁護士、学者、経済界や政界の関係者が含まれるべきだと提案した。また、協議体が行う協議は、日本の政府と企業による人権侵害の事実認定が土台となる必要があると主張した。被害者が過去に日本で起こした訴訟で、日本の裁判所が原告敗訴の判決を下したにもかかわらず、強制連行や強制労働などの不法行為を認めたことを指摘した上で、韓日の裁判所が認めた人権侵害の事実を日本政府と企業が受け入れ、謝罪することが問題解決の出発点とならなければならないとした。強制徴用問題解決の出発点は人権侵害の事実を認めることであり、これは日本の政府と企業にしかできないということも強調した。一方で、警告政府企業にも役割を果たすよう訴えた。相手側の一方的な主張に対して菅官房長官はピシャリと跳ね返しています。菅氏、元徴用工の日韓協議体提案、全く興味はない。解決案ありません。菅官房長官は6日の BS フジのテレビ番組で、警告の元徴用工をめぐる訴訟の弁護団などが提案した日韓合同の協議体創設について全く興味はないと述べた。また、元徴用工問題について、1965年の日韓請求権協定で全て解決すると謳われている。警告の国内問題でやってくださいというのが日本の立場だと強調。日本側から解決案を提案するか聞かれると、ありませんと否定した。菅氏は、日韓関係では慰安婦などをめぐる歴史問題が起きるたびに、日本側が解決策を提案してきたとの認識を示した上で、その繰り返しの歴史に終止符を打とうとしているのかと問われると、基本的にそうだと応じた。一方、昨年末の日韓首脳会談について、首脳同士が会談するのは良いことだ。警告にはぜひ建設的に考えてほしいと述べた。このように日本政府が全く揺るぎないことが分かり、警告の与党議員が二階氏に接触を図っています。警告与野党議員6人、8から11日に訪日、二階氏との面会調整。超党派韓日議員連盟所属の警告与野党の国会議員6人が、在日本大韓民国民団の新年会に出席するため、8から11日に東京を訪問する。訪日期間中、自民党の二階幹事長との面会を調整するなど、
日本の主な政治指導者らに会い、冷え込んでいる両国関係の改善を模索する。8日に日韓議員連盟の額賀会長と夕食会を行う。9日は警告系の経済関係者らと昼食会を開き、同日午後には日韓議連の河村幹事長との夕食会に臨む。10日に民団の新年会、韓日日韓議連の昼食会に出席する予定だ。相手側の主張というものを要約すれば一つです。日本政府は謝罪せよ。そして日本企業もそれに連なれ。まずこの一点です。その他それぞれ、K国の政府についても一応文句は言っていますが、おそらくはそれはついでに過ぎないでしょう。問題を蒸し返して何度でも謝罪を要求するし、賠償を要求する。これこそが問題の本質だと言えます。そして菅官房長官の対応は正しいとしか言いようがありません。もはや片付いた問題について何度となく蒸し返す、それ自体が大きな問題であり、日本政府としてはこの問題について何かするという考えは全く必要はありません。問題解決するのはK国の政府であり、そしてK国の国内問題である。日本政府や日本企業を巻き込むような真似をするな。まさにこれこそがこの問題の本質であり、菅官房長官がこの問題に対して一貫した姿勢を保っているのは素晴らしいことです。そして2つ目の記事でも触れられていたように、こうした相手側のおかしな主張というものに対して、過去の政権ではなぜか日本側の政府が歩み寄りを行い、妥協案を見出すようなことを行ってきました。これこそが大きな過去の問題です。そのために今回のように相手側が同じ問題を何度でも蒸し返すということを行っています。そのような行動を行うのはなぜかといえば、過去の日本政府が誤った対応をしてきたからです。日本政府に対しては揺さぶりをかければかけるほど、いずれは揺らいでこちら側に歩み寄ってくる。この場合であればK国の側に歩み寄ってくるというふうな計算が立っています。それは過去の日本政府の行いを見ていれば、いずれは揺らぐだろうという観測があるからです。ですから逆に言えば、今回のように菅官房長官に見られるように、日本政府の態度が揺れていないというのは、あちら側にとっては大きな誤算と言えるでしょう。このまま菅官房長官や日本政府そのものの態度が一切変わらないということであれば、いずれあちら側の方が墓穴を掘ることになるのは見えています。いわば自滅外交と言えるようなものをあちらの国の政府がするのをじっと待っているだけでいいと私は考えています。そしてあちらの国のおかしな主張というものを何度となく繰り返し、その度に日本政府が従来の主張を繰り返して門前払いする。こういったニュースについては私は何度でも取り上げていこうと思います。その度に私はきっとあの国がおかしなことを言っているよ。そして日本政府が態度を変えていないことは素晴らしいことだということを何度でも言おうと思います。こうした繰り返しを行うことによって日本政府が正しいということを日本国民が多く知るということは非常に重要なことです。1回だけ断った、2回だけ断ったというだけではなく、何度でも相手国のおかしな主張に対してはノーを突きつける。この態度こそが非常に重要だと思うからです。そして皆さんも感じているとは思いますが、現在国際情勢は非常に激しい動きを見せています。例えば現在で言えば、イランとアメリカの間で大きな動きが起こっています。イラン軍の軍司令官を殺害したことによって、イラン軍が報復を示唆しています。中東においては大きな紛争の火種が見られるのです。また今月には米中貿易紛争の一つの節目となる両国の合意文書が作られるのではないかと見られています。これ以上貿易紛争を長引かせるもしくは激しくさせないための第一次合意ですが、これが本当に結ばれるのか、その合意文書の中身がどのようなものになるのかというのが今後の米中の覇権争いにも大きな影響をもたらすと見られています。また、イギリスは EU からの離脱ブレグジットについても実行に動き出します。これら紹介したような国際的な動き、そして国内問題においても IR 法絡みで中国企業から多くの議員がお金をもらっていたという問題が発生しています。ですから、K国に対しては主張を一切曲げず、ノーを突きつけてしっかりとあなたの国で問題を解決しなさいと突き放す。この動きを続ける一方で、日本の政治というものは国内政治においても、そして国際情勢においても非常に様々な問題に立ち向かっていかなければなりません。これら難題に対処するためには、国内問題の特に IR 法絡みに問題については、安倍総理は自民党の総裁として
不正にお金をもらっていた自民党議員に対してはしっかりと離党勧告、そして議員辞職勧告を行い、速やかに正すべきだと私は考えています。皆様このニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。そしてチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくれると嬉しいです。このチャンネルでは渓谷の話題についての動画が非常に多くなってはいますが、そこから日本の政治や国際情勢の話についてぜひとも皆さんにもお伝えしようと思っています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。